から船来ます。8月30日、2025年8月30日。ビーツモト AWS1 のテストをしにやってまいりました。アップデートとしては全部 Docker コンテナに入ったということですね。でただジョイパッドがまだ取れてないです。ジョイパッドがうまく動いてないっていうのと、あとサイドスキャンソナーですね、それが動いてないです。でジョイパッドもサイドスキャンソナーもサブといえばサブなんですけど、その辺のデバイス関連ですね。沖に出てからやりたいと思います。ちょっとこの港の内側でやるのは世話しないんで、一応ライブラリーとかなんとかっていうのは全部デスクトップで開発しているものと同じものがですね、入ってます。ラズベリーパイの上に Ubuntu22.04 のコンテナですね。で、デスクトップで開発しているのと同じ環境。ただバイナリーが ARM なので、その違いっていうのがあるのかないのかっていうことですね。しばらくこの Docker コンテナ上で慎重に運用して大丈夫なのかどうか見ていきたいと思います。前方に大型のプレジャーボートがいますね。ちょっと動いてますね。なんで AWS はちょっと左向きに走ってますけど、調整ですかね。左側に V があるんですね。あれに対しての調整ですよね。V を正面に捉えながら走りたくないんで、ちょっとポジションを移してる感じですね。またもうちょい左に。
はマップを持ってるんですけど、これは海岸線のマップしか持ってないで、あとはその自分自身が通ったことがある場所の水深が、これサイドスキャンソナーで幅、まあこれ深さにはよりますけど6メーターぐらいまでカバーできる環境ですね。で、マッピングした通れる場所っていうのをマップとして持ってる。で基本的にその通れる場所しか走らないっていうことですね。そういうふうになってます。ただですね、その正面から船来ますね。今右に行こうとしてますけど、正面から船来るんで、これまだ向こうの船の影で気がついてないんで、はい、気がつきましたね。気がつきました。まあ、林優先さんの奥からですね、プレジャーボートが出てきました。なので右に引っ掛けてたんですけど左に戻しましたという格好です。プレジャーボートが違ってみましたね。止まってて、なんで右に回らずにまっすぐ行こうっていう判断をしましたね。この辺の判断能力っていうのは信頼できますよね。もう AWS-1 にこれぐらいの複雑さのトラフィックっていうのは決して問題ではない感じですね。前方から船来ますね。林優先さんがいる状態で、船は通り右側に行き始めた。止まるんですよ。止まるのですが、AWS-1 の道がないので AWS-1 はどうしようかなっていう状態になってますよ。AWS-1 は戻しますかね。そうですね、右があっちからやってきた船は林優先さんの右側に入ってくる感じのベクトルですね。なんで AWS さんは左に戻りそうです。なんでこっち向いてきたの、あの船また。なんであの船またこっち向いてきたの。どういうこと？あのね、またこっちに入ってきましたね。どうするんですかね。AWS さんの動きに合わせてベクトルを決めてる感じがしますよね。非常にいやらしいですね。ほら見てください。AWS さんが左に行き始めたらこっちに来たり。はい、止まりましたね、AWS は。非常に悪質ですよね、動き方が。こっち向いてきますよ。
入ってきたらああやって左に入ってくるんですよね。非常に恣意的ですよね。非常に恣意的だと思います。今度また正面から遊漁船っぽいものが来ますね。今度はですね、あのプレジャーボートが狭めてきましたね。見てください。AWS さん今ディスエンゲージしました。この遊漁船をこっち側に行って槍が過ごそうとしたところで、あのプレジャーボートが迫ってきました。止まりましたね。はい、もうディスエンゲージしてますので動きません。あの遊漁船なぜか戻っていきますね。わけがわからないですね。わけがわからないです。左側に林遊船で、右側あそこですね、遊漁船が詰めてきました。で、プレジャーボートが徐々にAWS さんのパスを塞いで、要は左後ろ前左前全部塞がれて狭められてきている状態ですね。この状態で AWS さんは無理だというふうに判断して止まりましたっていうことですね。でなんかこういう配置を見たときに、僕はそうなりそうな気がしたんですけど、そういうふうな格好になってます。はい、こういう感じなんですよね。で、AWS さんはちゃんと不可能だっていう判断をして、止まりましたので、それはいいと思うんですね。わかります？今の左を抜けようとした林優先さん、左を抜けようとしたら左側にプレジャーボートがやってきて右に回り込むことにしました。で、回り込む中で正面からの遊漁船がやってきて左からプレジャーボートが締めてきました。そういう格好ですね。非常にタクティカルでした。こんなトラフィックがありますかっていうね。その最初に林優先さんを右に行こうとしたら正面からプレジャーボート来たじゃないですか。で、その林優先さんを左にかわして行こうとしたらプレジャーボートが右に来てたのが左に来たじゃないですか。おかしいですよね。おかしいですよね。すごくおかしいです。そんなトラフィックが赤いみたいな感じですよね。はい。ね、AW さんはちゃんと狭められる。ある一定以上の距離に入ったら、レーダーの見張り能力が著しく低下するので、その範囲に船が入ってくる前に無理ですっていうことを教えてくれます。中学校ですね。
感じですね。安定感が確認できていいと思います。とても信頼性がありますよね。はい、大型船が出ますね。大型船がですね、AWS1 と AWS1 よりも早いですね、出るのが。なので、あんま関係ないと思いますけど、これもですね、経験上ですね、こういうのがある時っていうのは、なんか攻め手がいるんですよ。攻め込んでくるやつがいるんですよ。名物になってますね。大型船はクラス A の AIS がついてますね。ということはまあ AWS にとってはそんなに難しさはないですよね。ああいう船は自由度としてそんなにくるくる動くことができないんで、なんか恣意的な操船をしようとしたとしてもそんなにですね、やれないんですよ。難しいのはタグボールですよね。後ろからすごい速度ベクトル飛んできたな。なんだあれ、プレジャーボート。
サイドをパスしていく感じの速さですけど、 AWS-1 を狭くしてくるんで、こういう場合に今岸壁沿いにこう走ってますけど、こう狭くしてくるんで、ちょっとすると実演ゲージとかもしれないですね。今左後ろにいます。でまだ AW さんはギリギリ岸壁沿いですね。いけるでしょう。コース幅がでかいですね。プレジャーボートが入ってきますね。あれはどっちから来るかわかんないですね。今後ろの後ろに隠れましたね。プレジャーボートですね。それを AW さんはどう処理するかっていうところですね。1レッドが浮いてるんで、これは厳しいですね。これは厳しいですね。AW さんは左に外側に出ないと近すぎてディスエンゲージしちゃいますね。AW さんは外側に出ようとしてます。はい、今後ろを普段の船がパスする。狙っていたような感じがしますね。ですね。大体常識的に考えてデフネ優先じゃないですか。何ですかあの操船はみたいな感じですよね。ちょうどAWS-1 とこの橋のを結ぶ線の後ろから出ていくんですよ。速い速度で荒れてますね。ジェットストリームアタック風ですね。なんとなく予感はしておりましたが、
婦人極まるトラフィックですけど、矢部さんは落ち着いて対処してますね。無理することなくですね。特化コンテナも特に問題はなさそうですよね、今の感じだとですね。問題ないと思います。粗暴な操船で迫ってくる船たちに対してしっかり対応してる、その安心感がありますよね。港の真ん中ら辺の攻防がすごかったですね今日のはちょっとそんなんあるっていう感じでしたね最初に突っ込んでいくからね、これの僕が AWS さんが右に行こうとすれば右に来て、左に行こうとすれば左に来てみたいなね、有料線を挟んで、あれはすごいですよね。で、その後 AWS さんが林優先を右に迂回する形で入った時に正面からまた有料線が来たじゃないですかでその有料線がもうちょうど迫ってくるタイミングで AWS さんはちょっと微妙な左ポジションで有料線の最初右に入ろうとしたんですけど有料線がこっちになってたので左にちょっとずれて止まったんですよね。でそこに向かって左からプレジャーボートが詰めてきたっていう、あれはないっすよねあれはないっすよね、ちょっとねないと思いますよ。すごい連携プレーじゃないですか。まあ12位ですね。
ジはジョイパッドいりますかね。ジョイパッドどうですかね。ジョイパッド必要だと思います。GRPC でこの携帯電話の、携帯電話でなくてもいいんですけど、システムをコントロールすべてのコマンドが GRC から PC で経由で入れられるようになってるんです。なんでそのインターフェースだけ開けておけば別にいいんじゃないのかなと思ってるんですよね。ジョイパッドなくて。ダイレクトに停止コマンドとかを触れた方が安心じゃないですか。
っとずれて行かせる感じですかね。でもまだ衝突する向きに入ってきましたね。弱気なんです弱気ですね。弱気です。戻ってますちょっと戻ってます。なんで戻るのかっていう話なんですけど、一応向こうは左から来てるんでこっちが優先じゃないですか。で行くぜって言って行く感を見せるんですけど、で相手が引かなかった時になんていうんですかね、突っ込みすぎちゃうんですよ。近づきすぎちゃうんですよ AWS さんにとって。でそうすると弱気になって相手を追い越さないぞ、進路維持しないぞってなった時に戻んなきゃいけなくなっちゃうんですよね。そういうわけですよ、今の AWS さんの戻りは。左側を普段の遊漁船がパンクしてます。もう左に曲がっていいでしょう、AWSさん。こうやって一つのビデオフレームの中で何回何隻船がやってきても危ないっていうことにならないですよね。これがどんだけすごいかっていうのが分かりますすごいですよね。海の上って他の船との出会い方の自由度っていうのがものすごく多いんですよ。何隻いるのか、どの方向から何ノットでどういう相対速度でどの位置で検出されてどのサイズなのかっていうことがあらゆる自由度があるわけですよ。
車だったら、まあ、道路の上の話ですよね。前ですか後ろですかっていう話です。で交差点でかろうじて流動が発生するぐらい。船の場合はもうあらゆる方向のあらゆる速度の組み合わせのあらゆる大きさの違いバリエーションで何隻と見合い関係が生じるのかっていうのも自由度があるんです。でそしてその自由度っていうのがいろんな状態が存在するわけですけど、非常にその現象として発生する可能性がスパーズなんですよね。スパーズです。今あそこにですね V があるんですね。わかりますかね。 2.V があれをかわすためにちょっと右側に向いて走ってます。あの V は見えるんですよ。カメラ映ってますかね。あれで、まあそういうこう非常に発生頻度が低い現象ばかりなんですよね。左にかわすみたいな。こっちの方がデスティネーションに近いっていうのはなんでこんなとこに V が置いてあんねんって思わないですよねえあれですね。なんでこんなとこに V 置いてんねんと思うんですけど、きっとこれはですね AWS-1 にステージを用意してくれてるんですよもうこの面はクリアしたんでハードモードを用意してくれてるんですね。わかります。でもどんだけ障害物が唐突に現れても対応してるじゃないですか。これがすごいですよね。これだけ確実に対応できるっていうのはもうすごい確率でいろいろできてないとできない。でこのアルゴリズムっていうのを詳しく解説するといかに学術研究の世界でやっている事実投稿の議論っていうのが幼稚なものなのかっていうのがですね分かると思います。なんだあれちょっと待って大型船はなんかタコとかしてますね。鳥よけですかね。あんなの初めて見ましたね。タコが飛んでます。小型船の上を3羽のタコが、はい、今 V をかわしたので右に入りましたね。いいんじゃないでしょうか。
で今こうやって普通に V 捉えて避けたりしたんですけど、これも最初のバージョンの信号処理とかだと全然こんなの取れないですよ。これも信号処理を研鑽していった結果です。これができるようになってるんですよ。素晴らしいでしょ。これもう本当にこのレーダーの解像度で、これこのガーミンのレーダー買って見てきたら分かるんですけど、こんなんで分かるのっていう感じの映像なんですよ。それでこの確実な判断ができてる。とってもすごいですよね。それを、僕が一人で作ったっていう話なんです。自慢なんですけど。制御とかなんとかっていうのはですね、もちろん精度がいいに越したことはないんですけど、要はその精度が悪ければ悪いなりにマージンを開けて走るだけなんですよね。走れます。近い接近した絵が撮れないっていうのはあるんですよ。難しいのはオブジェクトデテクションからバスプランニングまで。非常に発生する状況っていうのがスパースなので、可能なコンフィグレーションのスペースに対して英語になっちゃってますけど、要は可能な状態空間が非常にでかいんですよ。船の場合は車と違って。でその上でその一つ一つの状態が発生する確率が非常に少ない、スパースです。でだからデータを集めようと思った時に、そもそも船の数って車の数ほど多くない。でじゃあ多かったとしてもその現象っていうのは非常にスパースなので、学習データとして非常に不十分になってしまうんですよね。だから AI でどうするこうするエンドトゥエンドですみたいなことを簡単に言ってる人たちがはっきり言ってお前分かってねえだろっていう感じなんですよ。はい、正面からプレジャーボディまだ遠いですね。まだ遠いです。まあでも左かあんま関係ないですね。左に抜けますね。そう思わせておいて右に切り返してくるっていうのが世の中の常なんですよ。今見るから船は左を抜けるベクトルを向いてますよね。 AWS さんもそのつもりで走ってます。さあどうでしょう。
とこっち向きました。はい、わかりますか？今選手がこっち向いてます。はい、AWS がちょっと右に向きましたね。はい、でこれでまた左、あっちがこっちに向いてくるようであれば AWS は大胆にかわすと思います。今はちょい左向きましたぐらいのノリですね。はい、これは寄せてきますね。寄せてきます。こっち寄せてきます。だんだん選手がこっちに向いてきてます。が、まあ、ここで外しましたね。相手戦もですね。ここで外しました。 AWS はちょい距離を取ってから左に戻す。もうちょい前に出てから左に戻します。今迫ってきていた遊漁船が左後ろ45度ですね。左後ろ60度、AWS は戻しつつあります。戻します。戻してますね。はい、戻してます今ですね、その左後ろからまた違う船が来てるんですよ。遊漁船とクロスしますねまあでも AWS はもう戻してたんで左後ろの船は関係なかったですね。はい、こんな感じで AWS はなんてやってきてもそんなねミスはないですよミスはないです。こんな広い海の上で3艇が交差するシチュエーションってあるんですねあるんですね。誰も他に船いないんですよ。それがここで3艇交差するんですよ。すごくないですか？これ言っときますけど、もう全然頼んでやってもらってるとかそんなんじゃないですから頼んでやってもらってるとかそういう規模じゃないですよね。めっちゃ金かかりますから。はい、もうすぐウェイポイントです。はい、入りました。お疲れ様です。いやー、どうですか？ちゃんとディスエンゲージして止まるところでは止まるべきところでは止まった港の中ですね。トラフィックもすごかったですよねで、まあ、出口付近でいろいろジェットストリームアタックもありの何ありのみたいな感じになりましたけど、それもちゃんとやり過ごしましたね。で出てきてからも、まあ、いくつかその複数の船舶が絡むシチュエーションありましたけど、全て特に危なげなくですね勝利してここまでたどり着いた。素晴らしいでしょう AWS は。もう AWS しか勝たないって感じですけど、この今ドッカーコンテナ完成していると、ちょっと待って、上からヘリが来るよ動き始めるかと思ったんですけどちょっと今本当にヘリが検出されて、何のヘリだろうな。CH47 じゃないんだよあれ。CH47 じゃないんだよね。AH っぽいシルエットだな。後ろから見るとすごい速かったんですよね。で速くてオブジェクトディテクションは見つけてたんですよ。で速度ベクトルもビャーン出てたんですよ。でも AWS さん反応する速度じゃなかったですね。1秒未満だったってことですね、フラッシュが。まあああいうのは無視しちゃっていいですよいいことですね。
でちょうどこれが俺がまたそのちょうどどうしてここにちょうど真上にヘリコプターが飛ぶんだみたいなね。これ自衛隊の基地もここですよね。どこから来たんだろうな。自衛隊機ですよ。どうなってるんですかねこの海域は。はいということでAWS-1 の完成度はもう素晴らしいでしょ。わかりますでしょっていうことですね。これはもうドッカーコンテナ完成しつつあるんで、これをもうどんどん使ってもらえる方向に持っていきたいと思ってます。じゃあ以上で今日の技術高校は終わりにしたいと思います。さよなら。